S ダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 S ダーツオフィシャルプレイヤーの山田裕貴です。今日は僕の新しいバレルゴメスタイプ14と、Twitter で募集した質問に答えていきたいと思います。それではどうぞ。質問コーナー。 S ダーツ公式 Twitter で募集した質問に答えていきたいと思います。たくさんの質問が届いたということで、皆様ありがとうございます。桃田3号さんからいただいた質問です。ダーツの質問ではありませんが、キャンプ好きの山田裕貴プロがこれまでで一番良かったキャンプ場はどこでしょうか。またその理由を教えてください。これはですね、もう答えから言うと、もう決めれないっていう、言ってみればラーメン屋の一番とかイタリアンの一番みたいな感じで、海沿いのキャンプ場とか山も林間だったり、このオートキャンプ場だったり、ちょっとこのブッシュクラフトみたいなのもあるんで、もう全部いいですよ。やっぱ本当に全て最高で帰ってますんで、やめてないんだと思うんですよね。ということで、決めれないありがとうございました。たくしさんからいただいた質問です。お疲れ様です。お疲れ様です。いつも応援しています。一つ質問させていただきます。以前よりスローテンポが速くなっているように感じるのですが、意図としてやっているのでしょうか。それとも自然と速くなったんでしょうか。これはもう間違いなく自然と速くなりましたね。言われるまで気づかないぐらい別に速く投げてるつもりがないので、ちょっとわかんないですけども、自然と速くなってます。ありがとうございます。 TOP さんからいただいた質問です。今現在ただのアマチュアですが、今後もしプロツアーを回るために一番必要なことは何でしょうか。これはもう間違いなくお金です。どんだけ実力があったり、勝てる感じがあったとしても、お金がなかったらですね、回れません。はい、だからまず回れるような仕事に就くべきだと思います。はい、スポンサーなんていうのもね、なかなかつけるもんじゃないので、しっかり仕事を頑張って、そしてプロになってください。ありがとうございます。悪もダーツ好きの四十歳さんからいただいた質問です。台湾でサインと写真いただいてありがとうございます。いや本当もうじゃあ最近ですよね。対応は素晴らしいです。ありがとうございます。質問はジャパンへ移籍のきっかけや原因は何ですか。これはやっぱり僕が出たいと、試合に出たいと思った時に、開催されてたプロの団体がジャパンだったからというのがもう一番の理由ですね。はい、もうコロナ禍が終わってもない状況の時に、今のジャパンという団体が試合を開催してくれたからですね、もう迷わず移籍を決めたという流れになってます。はい、ありがとうございます。ジョー・ダーツさんからいただいた質問です。ヤンマー選手をいつも陰ながら応援しています。ありがとうございます。質問なのですが、山田選手のダーツでの最終目標は何か掲げていますでしょうか。また今現時点での目標もあれば教えていただきたいです。最終目標はですね、あんまり最終とか考えたくないんですけど、やっぱワールドチャンピオンシップ最終目標ではないですけども、そこですね、チャンピオンになりたいという、やっぱ目標夢みたいなのはありますけども、現時点ではやっぱQスクールツアーカードを取りたいなっていう気持ちがやっぱり一番の目標かなと。はい、他にもですね、いっぱいワールドで優勝とかあるんですけども、やっぱツアーカードを取りたいっていうのがやっぱ今の段階での一番の目標です。いい質問ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。皆様たくさんの質問ありがとうございました。また S ダーツで質問を募集することもあると思いますので、よろしくお願いします。
今回発売されるゴメスタイプ14について説明していきたいと思います。ソフトが通常版、S ダーツ限定版、スティールが通常版の3種類の発売となっております。今回のスペックですが、ソフト、スティールともに全長 52mm、 最大径はソフトが 7mm、 スティールが 6.5mm、 重量はソフトが単体で 22.6g、 スティールがポイント込みで 22.8g となってます。通常版、S ダーツ限定版両方ともブラックを基調としたデザインになっています。皆様お好きなものを手に取っていただければと思います。よろしくお願いします。通常版が後方の方にシルバーのところが入ってまして、 S ダーツ限定版は刻みがない部分が全てシルバーになっています。そのシルバーがエイジング加工されてますので、ぜひ皆様実物を手に取って見てもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ、まず今回の14に対する一番そうですね、まずやっぱ僕は、13からなんですけど、もう飛びというかダーツが飛んでいく、このソフトとスティールが一緒にこう飛んでいくのをこう追求しているというか、だからまずやっぱ今回ちょっとソフトをストレートにしようと思ったんですよね。でストレートを最初作って、やっぱ13がこうトルピードにしたんで、こうストレートにソフトをするとどうしても重心がスティールと一緒にはもうできないと言われまして、でもちょっとストレートにしたかったんで投げたら、やっぱですね飛んでいかない感じがするんですよね。ソフトはスティールよりもスティールやっぱズドンと飛んでいくのに、本当にこのズドン感がなくて、やっぱちょっともっと重心を前にしてほしいって言ったら、じゃあやっぱちょっとトルピードしかないというんで、極限までこのストレートに近い、でも重心がやっぱり一緒、前にこうあるっていうのをこう今回やっぱもう一番の重点的な形としたっていうのがありますね。あとやっぱり、僕はゴメスシリーズでこう統一して刻みに関してやってるのはやっぱりリングカットと、あとやっぱり引っかからないっていうことをもうコンセプトとしてやってるんで、今回に関してはもう10と一緒で、ちょっと今回こういう10の刻みをちょっともう一回使いたいなっていうのをまず希望で出して、であとはそのデザイナーと一緒に考えたのは、こうある程度ちょっと刻みに幅をちょっと刻みの幅が広いところを持たせることで、なんて言えばいいんですかね、ここって限定はしないんですけども、多分この持った時のフィーリングで今日はここがいいとか分かるように、定期的にこの幅の広いところをちょっとこう入れるっていうのをやったっていうのもこだわりですね、今回の。はい。そうですね、なんか違いというよりは、なんかどっちもうまく使っている感じはあるかもしれないですね。なんか一応最近で言ったらやっぱスティールは上に刺したいんで、ターゲットのだからちょっとこう上目を狙うっていうのがなんか嫌で、このソフトのクリケットのクローズをイメージして投げると入るみたいなのが今ちょっと僕の20通りスティールのですね、なんかこう主流で、じゃあ逆にこうソフトのダブルとかなってくると、このスティールのダブルをこう参考にしても縦ラインですごい細いとこを狙ってるみたいな感覚でこう投げると、今度はソフトのダブルが入りやすい、トリプルもですけど入りやすいっていうのもあるんで、なんか違いというよりはうまいことこのソフトとスティールで入りやすいものをなんかこうどっちもこう使いながらっていうのはあるから、混ぜようとしてるのかもしれないですね、ここ何年も。で結局だからどっちを投げてもどっちもレベルアップするようにっていうことばっかり考えてるんで、違いをよく質問されるんですけど、違いを多分考えてないんだと思います。どうにかしてこう参考にはしてるっていうのはあるんで、そういう考えですかね、僕は。僕はもう何年もセッティングが変わってないんですけども、コンドルアックス
僕のモデルのゲットラックのブラックのスモール L を使ってます。とティップはコンドルアルティメットの赤ですね。こんな感じ。親指、人差し指が後方かなり、でも人差し指ここ巻きついてて、中指が前方なんで、3点持ちですね。別に人差し指と親指だけで持てるわけでもなく、この中指が外れるとちょっとこっち向くというかずれてるんですけど、3本3点で持ってる。もう本当昔からですけど、まずもう力が全く入ってないっていう、でもこうしっかりとホールドされてるっていう。そして今最近の僕のこうグリップ意識ポイントはこの中指ですね。中指をターゲット、もしくはこの自分が描いているラインに乗せるっていうイメージが最近はもう特に意識しているところですね。はい、皆様ここまでいかがだったでしょうか。オンラインショッピングご希望の方は動画の説明欄に S ダーツのリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてください。またお得に購入できますので、クーポンコード山田サンドを使ってくれたら僕が助かります。また S ダーツの実店舗池袋店、錦糸町店、台湾の台北店で試投ができます。心ゆくまで試投して体感してみてください。そしてこの動画を見ていただいている方にプレゼントキャンペーンがあります。僕が今着ているこのユニフォームを1名の方にプレゼントします。応募方法は Twitter の S ダーツアカウントをフォローして、そして投稿をリツイートする、それだけです。皆様のご応募お待ちしております。動画の高評価、チャンネル登録、温かいコメントもよろしくお願いします。以上 S ダーツオフィシャルプレイヤー山田裕貴がお送りしました。最後までご視聴ありがとうございました。